皆様こんにちは。今回は Amazon でめっちゃ売れてる2色切り替えタイプの LED フォグランプに新しく交換したので、今回の動画ではフォグランプの取り付け方と実際に使ってみて思った正直なレビューをご紹介します。フォグを交換した理由ですが、この前スズキのディーラーで点検してもらった時にフォグランプが点灯しなくなっているとご指摘いただきまして、新しいフォグをどれにするか迷ってた時に安定の Amazon を見ていたら、 Amazon ベストセラーで2色切り替えできてまさかの3980円で1年保証、さらに車検対応品ということで勢いでポチったのがこちら、ボルダンのフォグランプ。壊れたフォグと比べても今回のボルダンのものはヒートシンクっぽいものがついてたりと放熱性もしっかりしてそうですね。それでは早速車に取り付けたいと思います。Swift の場合バンパー外したりジャッキアップしないとフォグランプ交換できないと思ってる方結構多いんですけど、これ実はめっちゃ簡単でネジ1本外すだけで交換できます。しかも慣れたら5分で交換できるぐらい簡単なので早速やり方をご紹介します。使ってみて思ったレビューだけ見たい方は動画の目次機能があるのでレビューのところまで飛ばしてみてください。それでは Swift スポーツのフォグランプの交換方法ですが、まずハンドルを思いっきり回すとバンパーの上の方にあるネジに手が届くようになります。このネジをプラスドライバー、サイズは PH2 で外します。半時計回りでネジ外して外れたらバンパーの上の方を持って剥がします。思ってるより結構簡単に剥がれます。そしたら隙間ができるのでちょっと体勢がしんどいんですけど、隙間に手を突っ込んでフォグの根元につながっているケーブルの付け根が押せるようになってて、それを押しながらケーブルを引き抜きます。ケーブルが抜けたらフォグ本体を半時計回りで回すとフォグランプが抜けます。次に新しいフォグランプを先ほどと逆の手順で入れ込みます。3箇所の溝が開いていてフォグにも同じような出っ張りがあるので溝に合うように入れ込んでひねって固定、時計回りに回して固定できたらケーブルを差し込みます。ケーブルの向きは出っ張ってる側が手前に来るようにして差し込むだけ。家の電球交換と同じくらい簡単ですがちょっと体勢がしんどいのでそこだけ頑張ってください。腕太すぎると正直きついかもです。それができたらバンパーを軽く叩いて戻してネジを止めたら完成。反対側も同じようにハンドルを切ってできた隙間から見えるネジを外す。バンパー剥がしてフォグランプを抜いて新しいフォグを入れてバンパー戻してネジ止めたらこれで両方とも完成です。多分思ってるより簡単なので誰でもできると思います。慣れたら5分もかからないと思います。ただし先ほども言いましたが腕が太い人だと隙間に腕が入らない可能性があるので、腕が太すぎる人は誰か細い人にお願いした方がいいと思います。基本的に僕文系で難しい DIY とかはやらないですが、そんな僕でも5分もあれば交換できるので自分でできると思います。おそらくお店でお願いすると工賃で4000円ぐらい取られて、今回のボルダンのフォグランプがもう1個買えるぐらい工賃かかるので、フォグ交換ぐらいなら自分でできると思いますのでぜひやってみてください。それでは皆さんが気になる明るさとか実際に見ていきたいと思います。基本的にフォグランプなんて霧とか雨の悪天候の時にしか使わないですが、フォグだけ点灯するとこれぐらいの明るさになります。白色がこんな感じ、黄色がこんな感じ。色の切り替え方ですが、フォグが点灯している状態で一瞬オフにしてすぐオンにすると色が変わります。連続して早めにオフにしてオン、こんな感じでやると色が切り替わります。正直スイスポ純正のフォグって結構暗いので実際に霧の時に運転した時に正直あまり役に立たなかったんですが、今お見せしたように今回交換したボルダンのフォグは普通に明るいので霧とか大雨の時に大活躍すると思います。正直前に使ってて壊れた1万円ぐらいするフォグよりも圧倒的に明るくて、さらに2色切り替えできるのはコスパ強いんじゃないかなと思います。フォグランプなんで大雨とか霧が出てるとか基本的に天候が悪い時に使うものなので明るいに越したことはないので、この値段でこの明るさなら確かに Amazon でベストセラーになるのは分かりますね。まだ使い始めてすぐなので使ってて壊れたとかあればまた動画で紹介したいと思います。一応保証期間も1年ついてるのでもし壊れても保証があるので安心して使えるかなと思います。今回紹介したボルダンのフォグランプは動画の下にある概要欄にリンクを貼っておくのでぜひ他の人のレビューも読んで実際どんなものなのか確認してもらえたらなと思います。 Amazon のレビューも400件ぐらいあるのでぜひ一度参考にしてください。こちらのチャンネルでは Swift スポーツに関することや車のパーツ紹介など幅広く紹介していますので、今回の動画が少しでも参考になったと思っていただけましたらぜひチャンネル登録お願いします。それではまた次の動画で。最後までご視聴いただきありがとうございました。